ボンボンシャカラカボンやから Good morning, Baltimore. ボーン地球上の皆さんこんにちは KMIO ケミオでーす。ということで皆さん先週1週間は素敵なウィークを過ごしたかでしょうか。今日はですね何の発表をするかというとごめんなさい。先ほど夜ご飯を食ったんだけど、なんでかわかんないけど最近ねもう消化がもうすごい速さで始まるの。体のもう食道から胃袋からもう全部でもうなんていうの、ウルトラのフェスみたいな感じのことが始まっちゃうから寝るに寝つけないから最近はもう早めに夜ご飯を食べるように心がけております。はい、ということで話がねすごい脱線してしまったんですけど、今日は何の動画を発表するかというと、語ります。何について語るかというと、ラブ、愛、ビッグラブみたいな感じで恋について語りたいと思います。恋っていうか出会い。私のツイッターをフォローしてくださってる方がこの中に何十万人いるかはちょっとわからないんですけど、もしかしたら何人なんかツイッターでマジ誰かいい男いない？マジ地球に人間ゲロいるのにどうしてこう誰とも結ばれないわけ？神からの罠？ちょっと怖いかも。でこのツイートをした大体10分後ぐらいになんか友達のエマちゃんから LINE が飛んできて、ねえねえ大丈夫？酔っ払ってない？多分エマちゃんは私が酔っ払ってもうこういうツイートをねし始めたと思って多分心配してくれたんです。本当にいい友達。エマ見てる？私はこのツイートを世の中にぶち投げた時は全然ドシラフで、むしろ脳みその思考回路がビンビンガンガンに動いてて、マジで出会えなくね、マジでこのままだとどうなんのっていうことを考えてたモーメントだったんです。私は人生において恋愛経験はもう四捨五入した 0.0 みたいな感じでゼロなんです。ぶっちゃけ恋愛とかはあんまりしてこなかったっていうか、恋として実ったことは人生の中では本当にほぼゼロでないんだけど、デートとかその恋を狩りに出かける狩りの作業っていうのは結構積極的に人生の中で行ってきたつもりではあるんです。でもなんでかわからないけど実らない、形にならない、結ばれない、ライクがラブにならないんです。でなんか先日このツイートをしたらこのリプライ欄でだいたい今見ると542件もういろんな人がこの男の人はどうですかとかこの人はどうですかってなんかバーチャルでお見合いみたいのが始まっていて、一言では表しきれないようなフィーリングにはなったんですけど、ありがとうございます。今年2020年が始まってうちらみんな全員誰しもが思うことが何なの？って思うと思うんです。それはコロナとかいう意味わかんないやつが来てくれたせいで、うちらの人生における選択肢っていうのがガックンと今年1年間はもうなくなってきたじゃないですか。もう早いもので6月も終わりみたいな状況になってきて、そんな中でも私は誰かしらときっと繋がれるんではないかという希望を掲げていまして、この自粛期間中もインターネット上での出会いのハント、出会いの狩りには積極的に出かけたんです。てめえどこのフィールドで狩りに出かけたのって思うかもしれないんですけど、皆さんご存知かと思います。ここ数ヶ月ね、チーみたいな感じで、いいかもみたいな人とはマッチングしてトークとかも繰り広げちゃって、もう話が2点3点盛り上がりまくりすぎて、このまま行ったら大運動会みたいな感じのテンション感とかまで行ったんです。でも、やっぱりこの時期って、人と会うのって気をつけなきゃいけないじゃないですか。だから、やっぱりいい感じに話が進んでくると、今度公園で、会ってみないとか言われたりするんです。その勇気が先月とかも全然なかったし、先月とか特にそんなリスクをね、ぶち背負ってでも、デートみたいな感じのくだりは人生の中において今のモーメントではできないってすごく思ったんです。だから、そういう質問が来ます。ねえねえ、今度会いませんかっていうメッセージが来ます。で、私の中では、ねえねえ、今パンデミック中とか思いながら、もし僕がコロナに感染してたら、どうするの？ここまでしてでも僕に会いたいの？っていうことを聞いてみたりしたんです。そしたら、もちろんって言われたんです。で、私の中ではちょっと待っててめえと思いながら、私たちまだマッチして1週間経ったか経ってないかくらいで、確かにメッセージ上の会話、オンラインの会話ではすごい話が爆盛り上がりすぎて、マジでカーニバルみたいな状況下にまで持っていけたけれども、会っていない。フェイストゥフェイスしていない。私のまだボディコネクションを感じていらっしゃらない状況下で、ウイルスを背負いきれるほどのリスクが俺にはあるっていうのを言われた瞬間に、こいつちょっと軽いかもっていうか、こいつこれ全員に言ってるだろって思ったのでブロックしました。そんな感じのインターネット上で出会いとかを繰り返しながら、いろいろやっぱりここ数ヶ月間で恋愛に対しての考えをしてきたんですね。もう一つオンライン上で恋人ハントみたいなの出かけた時に思ったことが、SNS やってるかって聞いてこないでほしくない？特にこれから恋愛するかもとか、これから一緒に墓に入るかもっていう人に SNS
教えてって言われるとドン引きません？これってもしかしたら私だけ？ SNS って恋愛のフィールドにぶち込んだらもうすごいもうめんどくさいことになるって思うの。恋愛があんまりしたことない私でもわかるの。それはなんでかっていうと、友情関係においても SNS が入ってくるとめんどくさくなるかもって思う瞬間あるから、この SNS というこの最新兵器が恋愛というねフィールドに持ち込まれた瞬間に束縛とか嫉妬とかがもうどんどん広がるかと思うの。だから SNS だけは私の中では絶対触れられたくないみたいなトピックであるの。みんなそうですか？なんか私今編集してて思うんだけど、なんかこういうとこだと思うの。なんかこういうなんかもう恋愛ベテランコースの教師みたいな感じで言ってるけど、恋愛経験ゼロだし、あとなんかもう考えすぎなのかね、うちって。なんか動画編集しててなんか無理だった。誰？でも SNS をやってない恋人を見つけることって不可能に近いわけで、なんか前もインスタライブとかで SNS やってない恋人がいる人ってマジで珍獣ハンターみたいなこと言ったんだけど、ほんまそれで SNS をやってない恋人、彼氏がいる、彼女がいるっていう人はもうマジで珍獣ハンター。ダイヤモンド見つける急に SNS をやってない恋人を見つけるって難しいわけ。もしかしたら意外といいのかな。なんか今までの経験から言うと 2,3 回とかデートとか出かけた後とかにてかさ、なんで俺のインスタフォローしてくんないのっていう人とかいるじゃないですか。もうその瞬間私の中ではね、黙ってって思うの。 SNS はいいようちらの中ではって。うちは SNS 友達と楽しむ。だからこの恋人の間では交換日記でもいいじゃん。英語だと交換日記ってなんて言うんだ？ Exchange Diary。 Exchange Diary だって。 Exchange Diary でよくない？なんか匂わせる気とかほぼゼロで、むしろこちとらはなんか嗅がせに行くから、影付き合ってんぞっていう感じのタイプだから、本当に SNS をやってない宝石に出会いたい、ルビーに出会いたい、掘り起こしたい。例えばやってた人だとしても、なんかまあなフォローしたんだろうな、最終的にはうち。どっちだよ、今までの話何だったんだよお前。ごめんなさい、編集しててなんか自分に突っ込みたくなっちゃった。今の話矛盾だね。よかった、それには気づいてくれたか。よかった。ストーリーとか見てさ、ねこの間ここどこ行ってたのみたいな質問とかしてる姿とか見た瞬間、私多分1リットルのゲロみたいな状況になるもん。こんななんか勝手にさ、いろんな想定してプラン A プラン B みたいな感じで恋愛のこと語ってるけど、恋愛したことないんだよね。悲しいね、私。一人でこんなことベラベラ俺喋りすぎてて、ほんと終わってるかもしれない。なんかうち逆になんかフィジカルの出会いっていうのがあんまり経験してこなかったの、人生が。特に20歳超えてから、基本なんかバーチャルなの。インスタで仲良くなってご飯に行ってみるとか、Tinder でマッチしてってなったりとか、フィジカルで出会いたいなぁ。なんかわかんないけど、街中とかで誰かにぶつかってさ、ごめんなさい大丈夫ですか、私の連絡先ですみたいなよくドラマであるシーン。あれやってみたくない？なんかフィジカルで出会いたい。なんか図書館とかで、これもしかして天沢誠治みたいな。天沢誠治マジどこにいんのあいつ。Tinder で見つかるかな、天沢誠治。なんか定期的にこういうどうしたら出会いがあるんだろうっていう動画を多分私上げてると思うんですけど、一切成長してないよね。何がいけないんだろう、私の。なんか別に恋愛してない自分に対して焦りっていうのは一切ゼロなの。本にも書いたと思うけど、なんかうち恋愛のことはなんか別にアクセサリーとも思ってないし、タイミングが合えば誰かと出会えたらいいなと思ってるんだけれども、誰々が誰々と別れたとか、誰々がこうでああでとか、恋愛の悩みとかをこう相談されたりとか、誰かが話してるのを聞いたりすると、本当にもしかしたらこれはもう申し訳ない発言になってしまうかもしれないんですけど、その悩みすら羨ましいって思うんです。なんか感じたい、そのフィーリング。別れて辛いって言ってるのとか、別れたらどういう気持ちになるのとか、うちらの今日記念日だったのに記念日すっかりすっぽかされたとか、すっぽかされてみたいかも、その気持ち知りたいかもみたいになってるんです、うちって。これってやばい？もしかしたらなんか恋愛系の歌ばっか書く歌手みたいな発言かもしれないんですけど、全然口から文化祭の YouTube やってる人です。地球上にいる人間全員面接して、日本もさ、早く同性婚とかができるようになればいいのになってすごく思う。特になんか海外に住んでるとすごく思う。別に愛イコール愛でしかないから頼む。うちも早く結婚とかしてブーケガーナの戦いとか繰り広げたいんだよね。お願い。この間ニューヨークで一つの媒体の人からなんか取材をしてもらったんだけど、その時になんか LGBTQIA+ のそのコミュニティが日本ではどんな感じなんですかっていう質問をされたの。私は正直に言うと、アメリカに引っ越すまでは自分のそのセクシャリティに対して完全にそのなんて言うんですか、自信がなかったっていうか、カンファタブルじゃなかったんです。だからアメリカに引っ越す超直前に本当に親しい友達だけには
話したんだけど、家族にもアメリカに引っ越す前には言ってなかったし、だからうち日本にいた時はそのコミュニティに足を踏み入れることがあんまりなかったから知らなかったの。それでそのままアメリカに引っ越したから、だからインタビューの時に言われてハッとしたの。なんか私自分の国のその日本がどういう LGBTQIA+ がどういう状況なのか知らないと思ってハッとしたの。少しずつ理解というか、周りがね、そう温かくなってきてるとは思うんです。だけれどまだやらなきゃいけないことはたくさんあるとも思うんです。自分ぐらいの世代の方たちとかは理解があるというか、全然愛イコール愛じゃん、別に誰が誰を好きでいようか大丈夫じゃないっていう感じの気持ちの人とかいるのかなと思うんです。自分に送られてくる DM とかもそうだし、もしかしたら自分の中でしか見えてない価値観とかで語ってるかもしれないので、もしかしたら違うかもしれないです。でも自分の周りとかもそういう人が多いなっていう印象があるんです。若い世代のとか自分ぐらいの世代の人って。だけど上が怖いわけ。うちも普通に気持ち悪いとかも言われたことあるし、ありえないとかも言われたことあるけど、なんかそう思っていただいて全然いいんです。私が男性のことを好きになることが気持ち悪いって思う、それでいいんです。別にそれを変えようとしに来てるわけではないんです。ただ一言だけ伝えたい、それでいいから黙ってなさいっていうことを言いたいんです。女性が女性を愛す、男性が男性を愛す、男性が女性を愛す、女性が男性を愛す。愛にはもういろんな通りの形があって、それをこれはこれ、あれはこれっていうことは一切できないんです。だけどそれを俺はこう、もう俺の普通はこうだって言ってくる人がいたら、もう全員お願いだから口を閉じてシャッターって思いません？私は自分の友人だったりとか家族に話したりとかした時に認めてほしいって思って話したんじゃなくて、ただ知っといてほしいって思ったんです。私はこういう人だよって。もう2020年だよって、うちら縄文あたりをうろついてるわけじゃないの。高層ビルに囲まれて、もう新幹線がビュンビュン走り回ってて、しかもトイレが自動で開いちゃうようなもう最先端な時代に生きてるんだから、私たちのこのヒューマンライツ、人間としての最低限のこの平等を求める気持ちに対して、俺はこう思う、お前らは違う、お前らは変わってる、お前らは変だとか、お前らはもう気持ち悪いとか、もういいの、それ思ってていいから。もう同じ話になるかもしれないけど、シャッターっていう感じで生きていきましょう。もう辛いことが重なるかもしれませんが、私はどんどんね、私たちの過ごしやすい世界に変わっていくっていうことを信じております。ごめん、なんかいきなり私の恋愛のなんかクソみたいな語りから一気になんかこういうなんかすごい話がすごいなんかでかくなってしまいましたけど、こんにちは。まあいいや、ちょっとそろそろお風呂入ろう。ということで皆さん、今日の動画見てくれてありがとうございました。なんかベラベラ適当に語ったんですけど、たまにやるみたいな感じの動画です。ということで、インスタグラムのフォローと Twitter とかチャンネル登録とか、適当に気が向いたらやってくれたら好きがこぼれ落ちます。ということで、またみんな来週会える日を楽しみにしてるので、うちらで1週間また頑張りましょうね。さようなら。うちの無駄話付き合ってくれてマジ感謝。バイバーイ。ほらね。